中丸です。今回から新シリーズ三国志を開始します。漢の上昇諸葛亮は君主の龍禅に宛てた書簡水死の表で述べました。謙信に親しみ精進を遠ざける、これが前漢が交流した理由です。精進に親しみ謙信を遠ざける、これが後漢が衰退した理由です。先帝はご存命の頃、秦とこのことを議論し、漢帝霊帝の時代の話になるといつも探索し、痛恨に思っておられました。三国志の時代を正しく知るには、三国志の時代を生んだ漢帝霊帝の時代を知る必要があります。そこでこのシリーズでは漢帝の即位から物語を開始し、第1部暗黒の慣例で外戚の横暴や宦官の台頭によって政治が乱れ、人々の心が漢から離れていき、やがてそれが黄巾の乱という大反乱につながる様子を紹介していきます。第1部に登場するのは馴染みの薄い人物が多いかもしれませんが、三国志の英雄の祖父や父の世代の人々が数多く登場しますので、それも楽しみながらご覧いただけると幸いです。それでは参りましょう。2世紀の半ば、西ではローマ帝国が五検定の治世の下で全盛を迎え、日本は倭国大乱と史書に記録されている時代。中国では漢が劉邦の建国以来およそ350年を経過し、後漢の後期に差し掛かっていた。後漢は初代の皇武帝、2代の明帝、最後の検帝を除く11人の皇帝が最も長生きした皇帝でも36歳と揃って短命だった。表彰の皇帝が続いたことから、皇太后が代わって皇帝の権力を行使することが多かった。女性である皇太后は立場上朝廷の大臣と気軽に会うことははばかられ、皇太后の親族、すなわち外戚や宮中で働く挙制された男性、すなわち宦官が主な相談相手であったことから、自然と外戚宦官に権力が集中するようになった。黄巾の乱の40年前、後漢第8代皇帝の順帝の時代、この時の外戚の権力者は両皇后の兄で大将軍の良気、素行が悪く悪評の絶えない人物であった。そして宦官の権力者は順帝の幼少期の学友を務め、信任極めて厚い曹洞、曹操の祖父にあたる人物である。地方では前漢の中期以降、有力地主による土地の兼併が進んだ。彼らは一族で結束し、配下に多数の小作人を抱え、各地の有力者としての地位を固め、長距離戦を通じて中央政界に進出した。こうした勢力を豪族という。代表例としては女南郡女陽県の円氏がいる。当時は扁桃が政府高官の大木を務めていた。扁将、扁術の祖父である。中央政界を生きる豪族たちが権力者である外戚と宦官に対する接し方は様々であった。権力者の意向に逆らってでも天下国家のため、人民のために正しい道を貫こうとする者、権力者に迎合しつつ我が身と一族の平安と繁栄を図る者、賄賂を送るなどして権力者に積極的に取り入る者、さらにはあえて政治の世界から距離を置こうとする者。後漢の政治は皇帝皇太后を中心に外戚、宦官、豪族たちのせめぎ合いの中で展開していくのである。建康元年8月、時の皇帝である順帝が30歳で崩御した。まだ2歳の皇太子が即位したが、即位して5ヶ月後に亡くなってしまった。相次いで不幸が起こり、皇統は断絶してしまった。先帝にもその前の安帝にも兄弟もお子もいない。どうすればよいか。少し血縁は遠いのですが、清賀王、それに渤海王のお子、このお二方が次の天子として適任と思われます。取り急ぎこのお二方に上洛いただき、太閤と謁見いただくこととしたいと思います。そうしておくれ。その上に揚州や徐州では盗賊が暴れ回っていると聞く。皇統が絶え、慶氏は今空っぽの状態で、この機に乗じて返事を企む者がいないとも限らない。清賀王たち2人が来るまで皇帝の藻は隠しておく方がいいと思うのだがどうだろうか。李大尉に相談したいので呼んでおくれ。かしこまりました。後漢の時代、官位の最高位は大尉、司と司空の3つで、まとめて三公といった。大尉は三公の最高位で、当時の大尉の李子は迷信として評判が高い人物だった。参上いたしました。相談したいことがあるのだ。実は各近々の理由で、しばらく皇帝の藻を発表するのを差し控えたいと思うのだがどうだろうか。それはなりません。皇帝は幼いとはいえ国の父であり、崩御すれば人も神も心を動かします。どうして臣下が一緒に隠匿してよいものでしょうか。昔、秦の始皇帝が砂丘で亡くなった時、胡亥、長江は事実を隠しても起こさず、結局父祖を殺しました。申すのは天下において絶対にやってはならないことです。そうか、わかった。
それでは即日も発表しよう。そのようになされませ。このように李子は両太閤からの信任が厚かった。李子は大尉と六章所持を兼務していた。六章所持とは証書の業務を総括するという意味で、実質的にさまざまな行政事項を総括する行政長官として重い権力を伴う役職である。この時大将軍で両太閤の兄である両貴も六章所持を兼務しており、国政は実質的にこの両貴と李子が主導していた。表家は五冠の建国の後進、両党の代から諸侯の位を代々伝える名家である。当主の両貴は出来が悪く、頭の程度は読み書きと計算がようやくできる程度だが、外籍の身分を頼みに辺りをはばからず毎日遊び暮らしていた。酒と遊びは何でも濃い。博打が大好きで、鷹狩りや競馬統計も大好きだった。狩猟は楽しいけど、どうせならもっと広い狩猟場で遊びたいな。よし、俺の狩猟場を拡大しよう。この周りの土地を全部買い占めだ。それは誠に結構ですが、そうするには手元の資金が不足しております。いかがいたしましょうか。そうだ。夫婦の孫夫のやつが大金持ちじゃないか。あいつから金を借りよう。俺の馬屋から名馬を4頭ばかりやつに送り、それと引き換えに5000万銭ばかり貸してもらうとしよう。孫殿に申し入れてまいりました。3000万なら貸せるが、5000万までは難しいということでございます。なんだと。天下に恐れるものなど誰一人おらぬこの俺が頭を下げて頼んでいるというのに、よくもそんなことが言えたものだ。あの方はケチで有名ですから。俺の言うことを聞かないとどうなるか思い知らせてやる。思い知らせるって一体どうされるのですか。昔両家の宝庫の番をしていた女中が真珠10隻資金千金を盗んで逃亡したことがある。そいつが孫夫の母親に違いないっていうことにして告発してやれ。その証拠はどこに。証拠なんてどうだっていいんだよ。役人の中で俺の言う通りに動かない奴がいればそいつも同罪だ。は結局孫夫とその兄弟は逮捕され、獄中で拷問を受けて死亡した。両貴は孫夫の家の財産1億7000万を全て没収した。この手を使えば返す必要のない金がどんどん手に入るな。あれ、そういえばこの間両東軍の大使を任命したが、俺のところに上の挨拶に来てないんじゃないか。そうですな、参られてません。孔孟とかいうやつだって。けしからん。何か罪名をこしらえて処刑してやれ。この孔孟は結局別件にかこつけて逮捕され、養蚕の刑に処せられた。次の皇帝候補となる2名の皇族が洛陽に到着した。清賀王です。お初にお目にかかります。おお、なかなか立派なお方ではないか。噂通り聡明そうじゃ。私が中将寺の曹洞です。なんだこの王は。これは先帝の学友で長年宮中に仕えている宮中のドンだぞ。その売れに向かってなんか無礼なんじゃないか。このわしを舐めたらどうなるか分かっとんのか。北海王の王子です。8歳になります。この方も理髪そうではあるが、いかんせんまだ幼いな。さて次の天使はこのお二方のどちらかだが、どちらかを天使にということであれば年長である清賀王だな。道徳をわきまえ賢明という評判通りの方のようだし、最終的に太閤は大将軍と相談して決定されるだろうから、大将軍に私からよくよく申し上げておこう。おお、これは痛い。皇帝を立てるにあたっては年長で聡明かつ道徳があり、政務事項を自ら処理できる方を選ぶべきです。大将軍におかれましてはぜひこの点について慎重になっていただき、衆没が文帝を、各校が選定を擁立された事例をよくお考えください。それがしの申し上げたこと、お分かりいただけましたか。分かった。先ほど大尉がおっしゃった件ですが、清賀王は聡明なお方だと聞いております。大将軍のお立場としては、幼い渤海王のご子息を天子に立てられた方が自らの思うままにでき、好都合かと思いますが。そうだよな。俺もそう思っていたんだ。よし、太閤にそのように申し上げるか。表記は李子の進言など聞く耳を持たず、太閤に対して渤海王の王子の劉さんを立てるように進言した。太閤はこの進言を受け入れ、劉さんが五冠の第10代皇帝として即位した。質帝である。質帝が即位して1年半が経過した。政治は迷信李子の下で滞りなく運営されていたが、両貴の横暴はますます募る一方であった。質帝もまだ9歳ながら聡明で、両貴の横暴を苦々しく感じていたのである。そしてある日、朝廷において、これは幕子将軍である。まずい。なあ、
なんだと？パッコとは悪者が我が物顔にのさばることを指す。質帝は正直な子供だったから思ったままのことを朝廷の百官の前で言い放ってしまったのである。表記は大恥をかかされて激怒した。ふざけるなあ。このガキ、誰がお前を天使にしてやったと思っとるんじゃ。ほい、今日の天使のおやつは何だ？いた餅です。よし、その餅とあと珍毒を持ってこい。まさか。いいから早くやれ。陛下、本日のおやつです。どうぞお召し上がりください。ふん、今日はお餅か。パクパク。お腹が苦しい。痛い痛い。どうなさいました、陛下？大尉を呼べ。何事ですか？陛下はどうしてご病気になられたのですか？茹でた餅を食べたら腹が苦しくなった。水を飲んだら助かるかもしれない。吐いてしまうから水を飲んではいけません。はあ、陛下が。質帝はすでに事切れていた。これは何者かが毒を餅に仕込んだ疑いがある。絶対に許してはならぬ。原因を徹底的に究明し、大逆の罪を犯した大悪人を暴き出せ。これはまずい。徹底的に隠蔽せねば。それにしてもりこのやつ、この邪魔者がいなくならないと俺は枕を高くして眠れない。順平に始まりわずかな間に立て続けに3人の天使を失う異常事態に長夜は激しく動揺した。ここは大官の妻子を守っていく上で大変に重要な局面だ。その通りです。ここで判断を誤ってはなりません。はい、私は以前に候補となられた聖ガ王こそが次の帝としてふさわしいと思います。私も同感です。わしもそう考えている。ここは我々揃って大将軍に書簡を送り、広く政府高官を集めて次の天使の人選について話し合いたいと申し入れようではないか。大臣たちから書簡が来たな。しかしちょうどと言ってはなんだが、霊呉公が俺の妹と結婚するために都に来ている。こいつをこのまま皇帝にしちゃえば俺にとっては都合がいいんだよな。この時たまたま皇族の一人である霊呉公の龍子が良輝の妹をめとるために上洛してきていた。良輝はこの龍子を皇帝に立てれば自分の妹がそのまま皇后になれるので都合がいいと思いついたのである。まあそうは言っても大臣たちの不幸もさすがに無視できん。大臣たちと集まって相談するか。次の帝ですが、聖ナ王は皇族の中でも英明なお方として名高く適任であると思います。私もそう思います。私もです。私もそう思います。聖ガ王は才能と徳を共に備え、皇族の中でも高等に近い方です。この方を置いて適任者はおりません。俺は霊呉公にしたいんだがな。さすがの良輝も押し切ることができず、この日結論は出ず、明日も引き続いて議論することになった。その日の夜のこと。大将軍、客人です。なに、こんな夜更けに誰だ？大将軍、夜分遅くに失礼いたします。これは中将時。このような時間にどうされたのじゃ？今、国家の行く末を左右する大事な議論がなされておりますが、密かに大将軍にお伝えしたいことがあり、人目につかぬこのような時間に参った次第です。将軍は何代にもわたって皇族の親戚であり、国政を司られて長くなります。聖ガ王は厳しく聡明な方で、本当に帝位を継いだら将軍が災難に遭う日は近いでしょう。霊呉公を擁立すれば風紀を長く保つことができます。このことは将軍にとって非常に重要です。よくよくお考えください。そうだな。ここは大臣たちに譲歩している場合ではないな。何が何でも霊呉公の擁立を押し通さねばならない。以前聖ガ王劉さんに軽く扱われたことを恨んでいた曹洞は良輝に劉さんを擁立しないように進めたのである。翌日、良輝は固い決心を胸に再度苦行大臣との会議に臨んだ。昨日俺は一晩考えた。やはり次の天使になられるべきは霊呉公しかいないぞ。誰が何と言おうとも次の天使は霊呉公だ。俺がここまで言うことに貴殿らはまさか反対などせぬだろうな。まあ反対したところで俺は聞く耳持たないし、反対した者がこの後どうなろうが知ったことではないがな。どうだ、皆も霊呉公擁立で4はないであろうが。はあ、大将軍の意見に従います。私もです。私も大将軍に賛成します。いえ、これは天下の大事です。皇統への近さ、才能、道徳、年齢、どれをとっても聖ガ王が最も適任です。私は聖ガ王がよろしいと存じます。そうです。大寒の祭りごとを盛んにするには、ここは聖ナ王をお迎えするのが最善です。
もう霊五公をお迎えするということで議論はまとまったのだ。これ以上議論することはない。3回。表記は自分の意見を激しい言葉で主張し、国王や長官らを従えると、無理やりに議論を打ち切ってしまった。彦はそれでも諦めず、領機に書簡を送って歓迎した。痛いから書簡が届きました。まだあいつは俺に歯向かおうというのか。ふざけんな。よし、太閤のところへ行ってくる。どうしました？月相を変えて。裸。どうしたのですか？あの大乗子はなんてやつだ。いちいち俺の意向に逆らいよって。彼は社食のことをいつも考えてくれる忠臣です。耳に痛い忠告もありますが、それも社食を思うがゆえではありませんか。いや、あいつをこのままのさばらせておいたら、きっと我が領主を滅ぼす災いになるに違いありません。そうなったら太閤も今のこの地位を保つことはできず、我々はどこでのたれ死にするか分かったものではないですぞ。まあ、そうなの。考えてもみてください。私が大将軍の地位を追われたら、太閤だって巻き添えを食らうに決まっているでしょうが、今すぐあの男を大尉の地位から罷免しないと危険です。どうか今この場でご命令を。そんな急に。この時皇帝の権力を代行しているのは両太閤だった。領機がいくらのさばっていても、両太閤の命令なしには大臣一人罷免することはできなかったのである。これは我が領家の不沈を左右する大事です。時間の猶予はありません。わかったわよ。こうして領機は無理やり両太閤に命令を下させ、大尉の李子を罷免した。表記は李子を排除した上で、霊五公劉氏を擁立した。五冠第11代皇帝、官帝である。使徒の国王が李子に代わって大尉、四空の長海が使徒となり、いずれも大将軍の領機と共に六少所持となった。また大木の円東が四空に昇進した。そして曹洞は官帝擁立に功績があったということで、火の抵抗に報ぜられた。官帝の即位により袁紹袁術の祖父と曹操の祖父が昇進を勝ち得たのである。バカマロです。このシリーズでは三国志の史実を追求していきます。劉備、関羽、張飛はいつ出てくるんだという方も売られるかもしれませんが、いずれ登場します。三国志の英雄の中ではまず盧植、董卓、王尹らが順に登場し、それぞれの若年期の活躍を見せてくれます。三国志前半の軍友たちは皆官帝、霊帝の時代に20代、30代を過ごした人々です。彼らがどのような時代背景の中、それぞれどのような抱負を胸に歴史の表舞台に登場してくるのか、視聴者の皆様も彼ら一人一人の思いを想像しながら動画をお楽しみいただけますと幸いです。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。